皆さんこんにちは。ラストクラウディア PR 担当のあやです。そしてはい、総合プロデューサーのたけそんです。よろしくお願いします。はい、日本語版英語版プロデューサーのナッキーです。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回はラストクラウディアの全言語の運営スケジュール統合後、初のアップデートとなる7月11日のですね、メンテナンス後以降の情報をお伝えさせていただきたく、たけそんさん、そしてナッキーさんと一緒に、収録動画の形で、お届けしていきたいと思います。はい。繁体字中国語版、そして韓国語版の皆様にはですね、この形式でお届けするのは初となるということで、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。では早速始めていきたいと思います。ラスクラ公式チャンネル。今後の統合のスケジュールをお話しできればと思っています。以前にですね、全言語統合に関して5周年の日本語版の公開生放送や SNS などで3段階のステップで進めていくことをお伝えをさせていただきました。そのステップ1となる日本語版、英語版、繁体字中国語版、韓国語版の運営スケジュール統合について6月の24日に発表させていただきましたが、7月の11日にこの度決定いたしました。はい。繁体字中国語版と韓国語版の皆さんには統合のためちょっと急ぎ足になってしまい申し訳ありませんでしたが、これからは一緒のスケジュールでラスクラをお楽しみいただければと思っています。そしてステップ2となる英語版、そして繁体字中国語版、韓国語版のサーバー統合に関してこの場で日程を発表させていただきたいと思います。日程ですが7月の25日に決定いたしました。サーバーが統合されますと、具体的にどうなるかといった点を、少し説明していきたいなと思っております。まずですね、7月の25日に、英語版、そして繁体字中国語版、韓国語版の、ユーザー様同士で、フレンドになったりですとか、あとはマルチプレイでパーティーを組んだり、あとはギルドに、加入したりすることができるようになります。8月の1日からとはなるんですけども、英語版、繁体字中国語版、韓国語版の、ユーザー様同士で今度はアリーナとそしてギルドバトルのマッチングがされるようになります。はい。で、こちらの詳細はですね、後日ですね、公式 SNS ですとかゲーム内のお知らせにてご案内をさせていただきますので、今しばらくお待ちいただければと思います。また当然ではあるんですけども、日本語版、英語版、繁体字中国語版、韓国語版と、現在登場しているユニットとアークが違う状況となっております。で、現在繁体字中国語版と、韓国語版では魔人メイリー、そして新刊アチルトまでが、登場している状況です。で、つまり日本語版と、英語版で、5周年に登場した白夜の騎士カイル以降のユニットアークは繁体字中国語版と韓国語版では、登場してない、状況なんですよね。なのでそれらの、ユニットアークを獲得する機会として各種復刻祭を開催したいと思っています。で、こちらに関しては、ナッキーから紹介してもらおうかなと思います。それではですね、復刻英雄降臨祭ということでご説明させていただきます。こちらですね、日本語版と英語版で4月11日に登場した白煙の騎士カイルからエンジンの侍メギウスまでが復刻で登場いたします。こちらはですね、日本語版、英語版ももちろん対象とはなるんですけども、まだゲットできていないユニットやアークがある方はですね、この機会にぜひゲットしてもらえればと思っております。ちなみにあやは狙っているユニット、アークとかはありますか？もちろんこの中でね、まだゲットできてないキャラも、複数いるんですけど、特にね、女神リラハ、女神リラハ、ちょっと欲しいなと思ってます。いいですね。はい、ということでですね、7月11日のアップデート、もちろんこれだけではないというところで紹介していきたいと思います。続いてがこちら、統合記念キャンペーンを開催いたします。はい、ということでですね、ここから先は統合を記念したキャンペーンについてご紹介していきたいと思います。ではナッキーさん、お願いします。では早速ご紹介していきたいと思います。まず1つ目はこちら、統合記念クエスト。こちらが今回の目玉になっております。このイベントですね、統合を記念した特別なクエストとなっておりまして、まず7月11日のメンテナンス後からはですね、ユニット引換券がもらえるクエストが登場します。でその後7月の25日のメンテナンス後からは、アークの引換券がもらえるクエストが登場いたします。クリアするだけで引換券がもらえますのでお見逃しなく。でここ2年ぐらいはですね、好きなユニットとかアークがもらえるという企画は、普段は真夏のキャンペーンで実施していたんですけれども、
今回ですね、統合がせっかくあるということで、前倒しをして、実施をさせていただきたいなと思っております。気になる引換券の対象なんですけれども、まずユニットに関しては、女王レオナまでに登場した英雄交流祭限定のユニットと、あと兵器アリス S カスタムまでに登場した、季節限定のユニットとなっております。結構最近の方ですね。でアークに関しては、新刊アツリートまでに登場した SSR アークと、あとバレンタインビートまでの季節限定のアークが対象となっております。さらにですね、反対で中国語版の1周年を記念したガチャで登場した、オリジナルアークというのもあるんですけれども、それも対象となっております。はい、ということで、いろんなね、ユニットが対象になっているかなと思うんですけれども、迷うじゃないですか、やっぱり。交換をね。はい、そうだね。はい、ナッキーさんが特に注目するユニットだったり、アークっていうのはいますか？反対時中国語版のオリジナルアーク、やっぱりそこは結構注目だと思いますし、いいですね。あとは季節のユニットね、清掃のグラフルとか、あと壮麗の聖女セラとか、あとは渚の発明少女メルディとか、結構最新のね季節限定の季節のユニットとか、アークももちろん登場するので、そこはかなり見どころかなと思います。そうだね。はい、ありがとうございます。ぜひねチェックしてみていただければと思います。ではまだまだ続きますので見ていきましょう。次はこちら。はい、統合記念のログインボーナスとなっております。こちらはですね、全部で2弾の開催を予定しております。まず第1弾がですね、7月11日のメンテナンス後から、開催されまして、第2弾が7月25日のメンテナンス後からとなっております。毎日ログインすると第1弾、第2弾合計で3000クリスタルがもらえるほか、プリズムソウルのかけらやルミナスソウルのかけら、あと各種機構や高校など育成に役立つ豪華報酬がもらえますので、ぜひ毎日ログインしてご受け取りください。はい、では続いてはこちら。はい、統合記念メダルを集めてさまざまな装備や育成素材をゲットしようということで、期間中ですね、さまざまなところで統合記念メダルが入手できます。でこのメダルがですね、交換所でさまざまな装備や育成素材と交換できまして、豪華な報酬がラインナップされておりますので、たくさん集めて交換しましょう。今回の報酬はですね、まさに各言語にしかなかった、装備がゲットできるというところが、一つ、特徴かなと思っておりまして、反対中国語版とあと韓国語版で実施されなかったイベント報酬も、交換所にラインナップされていますし、日本語版英語版の皆さんはですね、反対時、中国語版、そして韓国語版のみで、実装されていた、文化を象徴するような、装備アイテムが、あるんですけども、そちらをゲットできる、チャンスとなっておりますので、ぜひ、チェックしてみて、ください。確かにね、日本語版で実装されてない、見慣れてないアイテム、特に仮面みたいなやつちょっとわからないありますよね、右下のやつね。はい、これ何ですか？これ仮面です。仮面です。仮面。いや韓国で文化を象徴するようなアイテムのこれその中一つ。あとこの緑色のネックレスみたいなやつとかもね、多分日本語版ではまだ実装されてないかなと思うんですけど。美味しそうでしょ？美味しそう。食べ物なんですか？食べ物ですよこれ。ちまきです。あ、ちまき大好き。でも食べ物としては出てこないんですけど、食べ物装備できないんでね、ラスクラ。アクセサリーですね。アクセサリー。はい、ということで日本語版の皆さんも楽しめるし、もちろん日本語版、英語版で実装されていたものも反対時中国語版、韓国語版でも実装されると、お楽しみにお待ちください。はい、ではどんどん見ていきましょう。続いてはこちら、最大250連無料ガチャ。こちらはですね、毎日引ける10連ガチャとなっておりまして、期間中最大で250連無料で引くことができます。さらにですね、先ほどご紹介しました統合記念メダルがこのガチャで100枚おまけ付きとなっておりますので、毎日ログインしてこのガチャを引いていただきたいなと思います。で開催期間なんですけれども、7月の25日のメンテナンス後から8月の22日のメンテナンスまでとなっております。これだけね、7月11日からではなくて、7月25日からとなりますので、ご注意ください。排出対象なんですけれども、こちらも改めてゲーム内のお知らせの方でご案内させていただきますので、そちらご確認ください。はい、続いてはこちら、統合記念セットをショップに追加となっております。こちらはですね、超豪華アイテムが詰まった統合記念セットを販売いたします。無料でもらえるセットもありますので、ぜひチェックしてください。でここまで、統合記念のキャンペーン等々ご紹介してきましたけれども、最後に、重大な発表があります。何ですか？何ですか？準備いいですか？準備大丈夫です。お願いします。じゃあ見ていきましょう。こちら、はい、新ストーリー追加。4月の公開生放送でですね、こちら先んじて設定画をご紹介させていただいたんですけれども、4月の11日に新ストーリーを公開いたします。こちら画面に映っているのが、新ストーリーのキービジュアルとなっております。なんかすごい爽やかな絵になってますね、これね。めちゃくちゃ爽やかですよ。はい。
ということで、あやさん何かこう気になるところとかありますか？そうですね、もちろんね新規ビジュアルというところで見どころがねたくさんあると思うんですけど、なんといっても手前のユニットたちですよ。ユニット、キャラクターユニット、キャラクターたち、左、テリア、そしてね、右はリルベットかな、そして真ん中ちょっと見慣れない感じが、気になるでしょ。あれ一番気になるよ。あれって感じですけれども、ありますよね。後ろ姿だけしかね出てないしね。ということで、大変気になるところですけれども、詳細は後日ゲーム内のお知らせや公式 SNS の方でご紹介させていただきますので、ぜひチェックしてください。ラスクラ新ストーリー追加もあり、またラストクラウディアも新たなステージへと、進んでいきます、全世界のユーザーさんと一緒にラストクラウディアを盛り上げていければと思っておりますと。でそれでは日付としては、7月11日以降の、アップデートをぜひお楽しみに。で今回はですね、主に統合に関する内容をご紹介させていただいたんですけれども、7月11日以降もですね、新しいユニットでしたり、イベントも登場しますので、こちらは別途ご案内させていただきます。楽しみにお待ちください。はい、ということでお二人ともありがとうございました。本日はこの辺でお別れしたいと思います。この動画が良かった方はぜひいいね、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。バイバーイ。バイバーイ。